こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにいつも使わない茶色なんかを使って絵を描いていこうと思います。なぜそうするかというと、この色が特に使いたい気分ってわけじゃなくて、いつも描いてる絵にちょっと変化がつけたいからです。マジェンタに茶色ですね。そして白を足します。作品のマンネリ化を解消するためには、色のパターンを変えてみるっていうのが簡単なやり方です。私はこの色全く使わないわけではないんですけど、たまにピンク系で描いたり、青系を使ったり、グリーン系をメインにしたり、黄色を多く使ったり、少なくしたり、あとは色の組み合わせとか、そういうものを毎回変えるだけでも作品のバリエーションが増えていきます。色のバリエーションってことですね。ペイントのカスがついているので、それを取り除きます。このペイントはもう10年ぐらい前に買ったやつなので、ちょっと絵の具が固まってカスが出てくるんですよね。キャンバスの周りも塗っていきます。全部塗っちゃおうかな。パレットを使うのがめんどくさいので、このままキャンバスに絵の具をつけて、この上で混ぜて伸ばします。絵のタッチを変えてみる。繊細なタッチをいつもしてるんであれば、ちょっと荒っぽく描いてみるとか、それで仕上げはまた繊細にするとか、その逆で荒っぽいものを少し繊細にしてみるとか、あとはいつも筆で描いているのをちょっとパレットナイフを取り入れてみるとか、でも最後は自分の得意ないつものやり方で仕上げるみたいな感じでもバリエーションは増えていきます。キャンバスの周りにもオイルを適当に塗っていきます。いつもお話ししていることなんですが、このキャンバスの周りにも色を塗ると、額なしで壁に飾った時にも、周りが真っ白の時よりも見栄えがいいと思います。で、ちょっとキャンバスを放置して乾くまで待ちます。かなり時間が経ったのにまだ乾いていません。なのでドライヤーをかけて乾かそうと思います。最初からそうすればよかったんですけど、いつも忘れちゃうんですよね。ちょっと音がするからね。ごめんね。ちょっと猫にはかわいそうなことをしてしまいましたが、こっちの方は表面だけ乾いています。こういう厚塗りのところがちょっとまだ柔らかいですけど、重ね塗りするには十分に乾いています。あと同じモチーフでも、例えば猫のモチーフだったら向きを変えてみるとか、立ってるところ、座ってるところ、寝てるところ、そういうことをするだけでも全然違くなりますよね。猫じゃなくて犬でもいいし、人物でもいいし、お花でもいいし、何でもいいんですけど、その種類を変えてみるとか、そういう感じであれば、いつもと同じ作風でも作品のバリエーションっていうのが増えていきます。そしていつもパレットナイフも使ってれば筆も使ってる。その他指も使えばスプレーも使う。私の場合そんな感じなんですが、4つの方法があって、4つの方法を毎回違く使っていけば、同じ方法でも違うバリエーションになります。例えば同じような色を使ったとしても、この作品とこの作品では全然違いますよね。最初の描き始めは今日と同じように、確かパレットナイフもしくはでっかい筆でバーって雑に塗って、オレンジと黄色でバックグラウンドを作ってるんですが、こんな感じで変わってきます。これはモチーフが違うんですが、こっちも黄色とオレンジが多い絵なんですけど、それで猫モチーフなんですけど、かなり違う感じですよね。
モチーフの塗り方とかタッチが違うっていうのもあるんですけど、このモチーフである猫はこっちは立っていて、こっちは横になっています。あと頭の向きが逆だったり、そういったことでも全然違うし、両方とも水玉をこうやって書いてあるんですけど、ここだけ見ても色が違うっていうのもそうですし、この黄色の部分がこっちとこっちはタッチが全然違います。こういうのをちょっと変えるだけでかなり変わります。そしてこの2つ、ちょっと作風が違うといえば違うんですが、こっちの方はこっちと作風が同じで、モチーフも人物と猫が描かれていて、色も黄色、オレンジ、グリーン、そしてこの黒っぽい茶色ですね。そこまで同じなんですが、このモチーフの大きさ、こっちは人間が小さくて、こっちは人間が大きく描かれています。あとはこの状況も違うし、この構成、物の位置ですね。そういったものも全然違います。だから同じ作風でも、いくらでも違う作品っていうのは描くことができます。また同じような絵を描いてしまったみたいな感じのマンネリ化を解消するために作風を変えてみるっていう時もあると思います。そしてその作風を変える時にガラッと全然違う作風で描き始めてうまくいく時もあればうまくいかない時もあると思います。例えばこういう感じの作風にチェンジしたいんだっていうある程度明確なイメージがある時や、その新しい作風っていうのが技術的にもセンスの面でも自分の得意な方法、自分に合ったアイデアの出し方で作りやすいものであれば急激に作風をガラッと変えてもうまくいく場合が多いと思います。でもこれだけはやってみなくてはわかりません。わからなくてもちょっとガラッと変えてみようと思ってチャレンジしてみるっていうのはとてもいいことだと思います。ですがうまくいかなかった時にズルズル作品が仕上がらないみたいな感じで、そのガラッと変えるっていうのが難しかった場合は少しずつ変えるっていう方法がおすすめです。最初に言ったように色を変える、モチーフを変える、それだと作風っていうのはそれほど変わらないんですが、例えば少しだけ形を変えてみるとか塗り方を変えてみるとか、何でもいいんですけど少しだけ何かを変える。そうすればいつもうまくいっているいつもの作風がちょっと変わるわけですから、きっと問題なくうまくいくと思います。ほんのちょっとじゃ物足りなかったらもうちょっと変えるみたいな感じ、自分の無理のない範囲で変えていくとうまくいくんじゃないかと思います。こういうことで無理をするとスランプに陥ってしまう場合もあると思います。スランプに陥ることが楽しいのであればそれでいいと思うんですが、普通はそんなの嫌ですよね。ちょっとこの絵怖いです。バックグラウンドの色につられてちょっと怖い絵になっちゃったのかもしれませんね。作品がマンネリ化するっていうのは別に悪いことではありません。なぜならそれは自分の作風であり自分の個性であって、そして似たようなものが出来上がるからです。もし似たような作品を毎回作って、それで自分が満足してるんであれば別にいいと思うんですよね。ただ自分が飽きちゃったとか、自分が変えたい、その作風を変えたいっていうのが自分の本心であるんだったら、それは作風を変える時なのかもしれません。例えば、もうこの同じような作品を描くのは飽きちゃったとか、もうちょっと自分の作風をこういう風にしたいんだ、そういう自分の基準の思いがあるんであれば、それは作品の変え時なのかもしれません。だけど、こんな風に描きたくないけど、ちょっといつもと違うマンネリ化を解消するために嫌なんだけど変えてみようというのであれば、それは自分基準じゃないですよね。ただ私は人にこういう風にしましょう、こうした方がいいですよとかって言うつもりはないし、言いたくもないので、自分基準だろうが他人基準だろうが変えたい方は変えたらいいと思うんですが、変えたくないのであれば無理に変える必要はないんじゃないかということです。例えばあるアーティストの作風が大好きで、新作とかをいつも同じような感じなんだけど、その同じような感じが好きだからその同じような作品を待ち望む、そういったことってあるじゃないですか。だから無理に変える必要はないんじゃないかと思います。そういったことをお話ししている動画を結構前に出しているので、興味がある方はぜひそちらもご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。
ただ、これもこれも、これも、この3つとも全部同じじゃないかって思われる方もいらっしゃるかもしれません。でもそう思われる方の多くは私の作品が好きじゃない人たちです。興味のないものっていうのはみんな同じに見える場合ってあるじゃないですか。区別がつかないんですよね。でも私は全ての人に好かれようと思ってないし、全ての人に好かれるなんて不可能です。もうここ何年も私の作品が全部同じだみたいなことは人から言われることは今なくなったんですけど、それはなぜかというと、私は私の作品に興味を持った人としか私の作品の話をしないからです。こんな感じの絵が完成しました。タイトルは地球を指で回す男が飼っている2匹の猫です。特に意味はないんですけど、なんか面白いと思って描きました。最初のバックグラウンドの色が色なので、怪しい感じの雰囲気の絵になりましたね。そして私はこういうバカバカしい絵を描くのが好きです。そしてこの作風、いつもとそんなに変わってるかっていうと、作風自体は変わってないんですが、また違う一枚を描いたって感じですかね。なんだかよくわかりませんが、私はこれはこれで満足です。私は結構作風が変わる方で、数年ちょっとずつ変わってくるような感じだったんですが、ここ何年か作風自体はあんまり変わってないような気がします。かつては作風が変わらないなんて進化してない証拠だなんて思ってた頃があるんですけど、進化してないわけじゃないと思うし、進化してなかったとしても別に楽しければいいのかななんて思うようになりました。結構始めたての頃は多くの人が自分だけの作風を確立したい、そうやっていろいろ試行錯誤して自分にしか描けない作風を作り上げていくんじゃないかと思うんですが、人は一人一人違くて、それって素晴らしいなと思います。そしていろんな絵の描き方とか考え方とかあると思うんですけど、絵なんて好きなように描いたらいいんじゃないかと私は思います。なんて久しぶりにこのセリフを言ってみましたが、今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。